ガローマーク・オブ・ザ・ウルブズをこれから始める方へ分かりやすく基本システムをまとめました。今回は特に重要な6つのシステムについて紹介し解説していきます。なるべく分かりやすく解説していきますので最後まで見ていただけると嬉しいです。最初に紹介するのはジャンプの種類について。大きく分けて2種類のジャンプがありますが、細かく分けると3種類になります。まずは通常ジャンプ。地上の隙が少なくて連続技につなげやすいです。コンビネーションや空中必殺技も出すことができます。また通常ジャンプ時はジャストディフェンスが可能なので、ジャストディフェンスを仕込んで相手の対空を釣ったり、垂直ジャンプの様子見を混ぜるなどディフェンシブな使い方も可能。この通常ジャンプはダッシュから出すことで飛距離が伸びます。これが3種類のうちの1つ。ダッシュジャンプ。深く飛ぶことができるので、めくりを狙いに行く時などオフェンシブに使うことができます。3種類のジャンプの最後は小ジャンプ。本作の小ジャンプは着地の隙が大きくて通常技にはつながりにくく、 KOF のようにコンボをつないだりするには少し使いづらいです。また上り以外はジャストディフェンスもできず、コンビネーションも一部キャラ以外は出すことができません。これだけだと弱そうですが、実際小ジャンプはめちゃくちゃ強いです。着地の隙をキャンセルする着キャンを使えば攻めでも使うことができ、発生の速い必殺技を持っているキャラクターは強力な攻めを仕掛けることができます。通常ジャンプより速くジャンプ攻撃を出せるので牽制として使うのも有効。攻守ともに使う場面が多々あります。次は通常技の種類について。A が弱パンチ攻撃、 B が弱キック攻撃、 C が強パンチ攻撃、 D が強キック攻撃。地上の立ち状態のみ近距離と遠距離で技が変わります。一部のキャラは近距離も遠距離も同じ技が出ます。ざっくり紹介すると、 A 攻撃は遠近ともに発生が速くて有利フレームが多いので、コンボの指導や立ち回りでの牽制にとても使いやすいです。しゃがみ A 攻撃に関してはキャラクターによって下段だったり発生が早かったりするので、牽制で使うのが主な使い方になります。B 攻撃は遠近で結構性能が変わります。近距離 B は相手の上段避けを潰す判定の技が多いので置き攻めに使ったり、遠距離 B も同じく相手の下段攻撃を潰すような技が多いので牽制に使えます。ただ A 攻撃と比べると隙が大きいので、そこまで使用頻度は高くないかも。しゃがみ B は全キャラ下段技となっているので、下段指導のコンボでお世話になります。また牽制技でも優秀。C と D 攻撃は使い道が似てます。近距離はコンボ指導や固めに使ったりと便利な性能。遠距離は置き技として使ったり、ガード時の未キャンセル可能を生かして固めに使ったり。ただ、隙が大きすぎてあまり使われることはありません。しゃがみ C はコンボのつなぎとして優秀なキャラが多く、よく使われます。しゃがみ D は足払い。全キャラ共通でキャンセルが効かない大足です。リーチが長いので置き技に使われることがあります。次は避け攻撃について。A と B を同時に押すことで出すことができ、2AB で上段避け、NAB で下段避けが出ます。上段避けは前半に上段無敵があり、対空や相手の地上牽制に対して使えます。そしてなんといっても強いのがヒット時の未キャンセルが可能です。つながる必殺技を持っているキャラは入れ込みがとにかく強い。ただし空中ヒットすると必殺技はつながらないので、入れ込みすぎるのも注意が必要です。下段避けは相手の下段攻撃を避けることができて、中段判定となっています。サードのリープアタックのようにも見えますが、大体のキャラは発生が遅く、崩しとして使うのは難しいです。ガードさせて有利を取ったり、攻めのアクセントとして使うのがメインでしょうか。使う場面は多くない技です。次はコンボのつなぎ方について。通常技から通常技へつなぐ場合は、有利フレーム内に発生フレームが収まってたら OK です。通常技からのキャンセルなしで必殺技につなげる場合も、有利フレーム内に発生フレームが収まってたら OK です。このあたりはストロークとかと同じです。キャンセルでつなげる場合、弱攻撃は14フレーム、強攻撃は20フレーム、上段避け攻撃は18フレーム。以下の発生の技をつなげることができます。技が空中ヒットした時は弱攻撃のみ追撃か、強攻撃や避け攻撃は空中ヒットしたら追撃不可です。ただしジェニーのみ強攻撃や避け攻撃からも追撃できます。これは対ジェニー限定のテクニック、通称ジェニゲンと呼ばれるものです。
これはまた別の動画で。次は着地キャンセルについて。ジャンプの解説でも少し出てきた着地キャンセル、通称着キャンについてです。ジャンプの着地の隙を必殺技を出すことでキャンセルし、コンボとしてつなぐことができます。これにより小ジャンプからコンボにつなぐことができるので、リターンを上げることができます。ただしどれだけ着地キャンセルがうまくできても、着地の隙は最低でも1フレームは残ります。最後にボタン同時押しについて。ボタンを同時押しすることで必殺技の暴発を防ぐことができます。例えばテリーのパワーウェーブは 236A で出ますが、これを 236AD 同時押しにすると立ち A だけが出ます。各技の同時押しを使った出し方は上記の通り、 D ボタンだけは同時押しを使って出すことができません。このメリットはコンボのつなぎを簡単にしてくれます。例えばテリーで 2B 立ち A バスターウルフという連携は立ち A を 236AD 同時押しで出すことでコマンドを押し込めるので、最後のバスターウルフの部分は 23B だけで成立します。便利な同時押しですが、実はガローマーク・オブ・ザ・ウルブズの中でも一番難しいテクニックとなっております。というのも同時押しの猶予はビタであり、1フレームでもずれてしまうと成立しません。避け攻撃やフェイント、ブレーキングで同時押しを多々使うので、このゲームで一番難しいテクニックは同時押しと言われています。今回は6つの基礎的なシステムについて説明しました。このゲームは古く、いざ遊ぼうとしてもわからないことも多いと思うので、遊ぶ上でお役に立てば幸いです。今後も他のシステムや攻略について動画化していきますので、よければチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。